選んだ理由は、友達に一番有名なとこはどこって聞いたら、いや文化でしょって言われて、あ、じゃあ文化行くわみたいな絶対1時間前には学校着くし、早く授業受けたくて仕方ないって思うようになって。ちょっと自己主張が激しいんで入っちゃいました文化祭へようこそ。文化祭来てね。来てね最高だったねみたいなことを言われて、嬉しいですこんにちは。文化服装学院ファッション流通科の沖田さくらです。ちなみに海外で有名な映画のロストイントラステーションのこちら舞台になったホテルの隣に文化服装学院があります。今日は特別に普段見れないファッションショーの裏側を見に行きたいと思います。で今こちらがショーの会場となっておりまして、たくさんの人がいます。こんにちは。文化服装学院で講師をしています森本です。文化服装は楽しいですか？文化服装学院での仕事は毎日昼間はクラスで放課後は文化祭でいろんな人と関わり合いながら仕事をするので、もうそれは楽しいです今年は文化祭のファッションショーの特別展示を担当しています。特別展示は文化祭のファッションショーで、テキスタイルを提供していただいた企業様の、テキスタイルまたは素材の展示をしています。今年のファッションショーの「兆す」っていうテーマをもとに、展示の会場を作っていますので、ぜひぜひ、楽しんで見ていってください。なんか入る時にすごい迷ったんですよ。本当にこの道でいいのかなとか、私本当に服の食の道でやっていけるかなってすごい悩んだんですけど、入ってみたら全部の授業がなんか新しくて、新しいこと知るのがすごく楽しくて、今まで高校とかも遅刻とかすごいしてたけど、文化に入ってからもう絶対1時間前には学校着くし、早く授業受けたくて仕方ないって思うようになって、すごい自分自身も変わりましたし、多分本当にこの学校で良かったなって思いました。文化に入るために大学を通いながら、その日本語学校があって韓国にもで、そこで勉強しながら日本人の友達付き合いながら韓国で全部勉強してきて、もうすぐ住めるようになったみたいな感じです。普段仲良くない人と仲良くなって、文化に入ったら本当にいろんなことができると思う。モデルとかスタイリストとか、頑張ればできると思います靴作りをしてました。完成まで全部自分一人でやる。面白いですね。お客さんに接客とか笑顔になってもらえるような仕事に就けたらなって思ってます。自分の好きな洋服の系統じゃない人とも絡めるっていうのが一番自分の勉強にもなるし、大家好。学生全体で一つのショーを作り上げていくのに、みんなが団結してその作り上げていくショーは素晴らしいと思います。もうすべて学生が全員でやってます。モデルだけじゃなくて縫製さんだったり音工さん、照明さん、メイクさんも全員学生でやってます。なんかただ授業をしている日も楽しいんですけど、やっぱり部活みたいに毎日みんなで集まって練習ができたのですごく楽しいです。文化のため日本に来てて、アパレルデザイン科
を入ってます。みんな一緒にメイク案を考えたり、文化祭のデザインは中国と全然違うので、よければぜひ見に来てください。そのいろんなファッションも見れて、すごい自分には刺激的な場所だと思ってます。レディー・ガガとブルック・キャンディが大好きです。すごい意識してます。電車乗る感想言えばよ。すごい見られるよ。電車でめっちゃ見られる。めっちゃ見られるけど気にしない。マイスタイルすぎてみたいな。コラも一緒。何これ？ピースピース。いつもこんな感じですね。とりあえず毛皮ファーコートが大好きみたいな。あと厚底みたいな。厚底かけるファーコートしか。お久しぶりです。シャシポヨです。今日のファッションポイントはどこですか？今日は全身黄色で揃えてきました。で、今日のポイントはチョーカーです。セックス。自分はビッチアイムリミテッドエディションっていうショップをやっていて、人生を変える一着をコンセプトに商品展開をしています。Wi-Fi がプリントされている T シャツだったり、この宇宙人の T シャツにはバックプリントにうちのショップからのメッセージが書いてあります。商品もデザインとかから売るまで全部1から100まで生徒が全部やってて、内装も全部生徒が1から全部やって作ってて、テントは業者が立ててくれてるんですけど、そう今年は8店舗あってなんか全部可愛いです。僕たちは、ニットデザイン科っていう学科で、アパレルの中でもニットを専門に勉強しています。今だったらコンピューターニット実習室っていうのがあって、これは工場さんでも使ってるような機械でニットを勉強できるっていう機械です。これは文化にしかないものなので、とってもユニークで学生のオリジナルな作品がどんどん生まれています。これってどうやって作ったんですか？これはだいたい2年生3年生みんなで手編みで作りました。これ全部手編みで作った？そうですね。おでんとか今度のお弁当の中身とかも全部手編みです。これは何ですか？これ肉まんで、これカレーまんですね。コンピューターも手編みも2年間通して全部勉強できるっていうのが特徴の科です。大きいのだと30分もかかんないぐらいでできますね。細かいのだとほんとすぐ編めちゃいます。テーマはコンビニですね。なんか身近にあるものでこんなものも作れるよっていうのがなんか伝わったらいいなと思って、今回はちょっとコンビニっていうテーマでポップに作っています。ニット科に入って良かったことは、私物もすぐ自分で編めちゃう。こういうバッグも昨日1時間ぐらいで、1時間もしないぐらいで腕で編んで、リボンで腕で編んでます。ニット科に入って良かったなって思います。不白みたいに生地からじゃなくて糸から選べるんで、テキスタイルもオリジナルで作れるし、素材感も自由に選べるっていうのがかなり魅力だと思います。でこういうのはパソコンで絵を描くみたいな感覚で、パソコンのデータ上で絵を描いてもらって、それを機械に写す、それで機械に編んでもらうっていうので、だいたいこの長さで30分ぐらいで編めますね。それを裁断して縫製することで服にもできたりします。何でも好きな柄とかテキスタイルを描いて、でそこからまた自分が好きな糸を選べばどんなオリジナルな素材でも作れるんで、色も変えられる。そうですね、色もすぐ変えられるし。
文化服装学院の2部服装科に通っています中野哲です。文化祭の2部のショーでモデルをやらせていただいております。1部は昼間通ってるんですけど、2部は夜間なので他にアパレルのバイトなどをしたりしていろんな経験ができちゃったりもしまいます最初モデルのセクションのチーフさんに声をかけられて入っていいかなって思っちゃったんですけど、ちょっと自己主張が激しいんで入っちゃいましたもともと絵を描くのが好きで画家になろうかとかそういう思いを描いてたんですけど、それじゃ食っていけないと思ったのでファッションが好きだったのでファッションデザイナーという職種を見つけて文化に入りました。デザインは、日々描いていますね。とにかく毎日描くようにしております。普通にコレクションとかで出るような奇抜な服も描くし、また私生活で使えるような自分が着たいような服とかも描いたりします。商員会企画室に来ました。で、ファッションショーとか企画した人たちに今からインタビューしたいと思います。旧シーン支院長の清松遥です。ファッション流通科ショップスタイリストコースです。どうしてこのテーマにしたとか、自分たちのカラーを出してほしいなっていうところから始まって、文化で日本を明るくしようっていうところから始まって、柄だったり色だったりとかを使うようになりました。すべてメンズモデルさんにした意味とか。はい、メンズモデルでしかちょっと表せない自己表現っていうんですか、その男臭さとか男にしか出せない表現の仕方とかもあったので、今回は11人を全員男にして、で自分もまさかそのラストシーンになるとは思ってなかったので、そこが大変でしたね。4役との意見と先生方の意見を交えて、今回のシーンはこの順番でいきますっていうのが発表されて、ちょっと名前の欄を見たら一番最後に載っててみたいな、本当にみたいな感じになって、もうそう言われたら自分たちも本当に頑張ろうっていう、もう心の火がついちゃって、もうそれからはやっぱりちょっとラストで派手でみたいな形でそれをどんどん積み重ねていったので、やっぱりちょっと自分たちとのギャップと、ね、例年のラストのシーンとかでのちょっと比較じゃないですけど、そういうのが大変でした。今年らしいねとか、いやかっこよかったよみたいな、ラストシーン最高だったねみたいなことを言われて、すごいもう今嬉しいです本当に。何シーンの担当されてるんですか？僕は、8シーンの英語というシーンを担当しています。コンセプトは英語回帰っていう言葉から取ってて、英語回帰っていうのは、時間は無限だけど物質は有限っていう意味で簡単に言っちゃえば、なんか私たち人間って結構時間限られてるじゃないですか。なんですけど、その限られた時間の中でさまざまなことを学んで感じて生きていくんですけど、その終わりを美しく終わりたいなっていうコンセプトをもとに、ヘッドドレスが、メインですごい豪華で、女性らしいシーンになってます。企画をして得たものとか、いろんな方との交流があって、いろんな視線から見れたっていうのがあって、それが一番ですね。もともとすごい生地感がすごい張りのある生地と、ストーンってなんか落ちる生地の2つを使っていて、絵では描けるけど実際に表現できるかなっていう問題点もなかなかあって、なんかやっぱりそれを途中段階で見ていくうちに修正とかはあったんですけど、形にはできましたね、思った通りに。何シーンを担当されてるんですか？7シーンのブルーピリオドを担当しています。ニットデザイン科の甘利久美です。シーンの見どころなど、伝えたいことなどお客さんにありますか？他のシーンと違って服っていう感じよりはどっちかっていうとアートに近い感じで、なんかどうやって着てるのとかが分からなかったり、どこからこう手が出てるとか、いろんなところに装飾がついてるとか、なんか他のシーンよりもっとなんかこうじっと見てはーって驚けるようなシーンを目指してて。なんでデニムに？デニムってその街中にすごい溢れてて、でブルーデニムって多いじゃないですか。ブルーのデニムが多いんですけど、そのブルーをそのまま使ってピカソのその青の時代っていう時代があるんですけど、その絵画を表現できたら面白いなと思って、そのブルーを使ってその染色でこう色を抜いて何種類か色を作って貼り合わせたり縫い合わせたりして服
服を作るのが、はい、見どころです。で今回初めて企画をそうですね、はい、なんか企画をやって得たものとかなんか得たものは本当に人とすごいいろんな人と関わるので、なんかコミュニケーション能力がついたかなって思います。なんかもともと結構引っ込み思案だったんですけど、なんかいろんなことをこうズバズバ入れるようになれたかなと思います。大変だったこととか辛かったこととか。大変だったのはそのデザインが上がったその紙の状態からその実際のものにするときにまた別の人が関わることになるので、その紙からそのどういうふうにデザインに落とし込んでいくかっていうか、どういう形を出していくかみたいなのをその縫製さんと一緒になんか考えていくのがすごい大変でした。他のシーンの人たちはこう何色も着たりとか何種類も着たりとかしたんですけど、デニムのシーンはその1個の厚さのデニムが1個丸々丸太みたいな大きさでこういう巻きがポンってきて、もうこれでやってくださいっていう感じだったので、これを自分たちでだからもう一色で同じ厚さだったものがその今いろんな色に形を変えて柔らかくなったり硬くなったりしてるのがすごいなと思いました、本当に。だからそこも見どころです。全部同じ布なので。何シーンを担当されてるんですか？3シーンルックミーの新潮のニートデザイン科3年の田島里奈です。はい、このシーンの見どころとかお客さんに伝えたいこととか、ニットで一色っていうのは前からあったんですけど、青とか、なんかナチュラル系とか黄色っていう糸がニットはもともと日本ではそんなに作られてなくて、自分がコンセプトが目立ちたいとか、目立つとかそういう人に見てもらうっていうのがコンセプトだったので、黄色使ってニットでデコボコを表現して、ルックミーっていうのを表現してるので、いろんな色の黄色にもトーンがあるじゃないですか、黄色の色味とかボコボコとかを見てもらいたいです。なんか得たものとか辛かったこととか、去年は服だったので、なんかずっと身長のなんか補佐みたいな感じでいろんなことをやってたんですけど、今年は自分が上に立つ側で、しかも後輩が下についてっていうので、すごい支えられてるなって思って、でも同時に責任感もすごいあって、自分が引っ張らないとダメだなっていうふうに思いました。一番学んだことは。何シーンを担当されてるんですか？はい、1シーン VS のシーン長をやらせていただきました服装家の長野悦子です。今回のその自分担当したシーンの見どころとか、伝えたいこととかを私のシーンはトップバッターでメンズシーンということで、テーマは戦う男たちっていうのをテーマにしたワイルドで迫力満点なシーンっていうのを作ってきたんですけども、トップバッターということでやっぱショーの勢いをつけたりとか、男らしさかっこよさをもう全開に出したようなシーンになっています。企画を初めてやられて、なんか辛かったこととか大変だったこととか、たくさんあったんですけど直前ですね、私のシーンの衣装は、縫製が上がってから私たちの手で加工をしたので、ダメージ加工だったりとか、染色だったりとか、それがもう今もステージ裏で行われていたりして、結構もう最後の最後までダメージ加工をし続けたのでもうそこに思いが詰まってますいいものができたかなって思ってます。鹿革を今回提供いただいて、全部オールレザーで作ってるシーンなので、そのもう革の良さだったりとか、あとは全体にダメージ加工をしてあるので、ワイルドさだったりとか、もうとにかく男らしいシーンでも迫力満点なので、そこをもうかっこいいって見てくれたらなって思ってます。これから企画やりたいことやっぱいっぱいいるじゃないですか、文化の中に、来年の子たちのためになんか来年の子たちのために、やっぱり私は入学前にこのショーを見て、この新潮がいるってことを存在を知って、企画やりたいって思って入学をして、でやっと叶えた夢なので、なんかこれを見て、いやショーっていいなって思ってくれて、キラキラした目標を持って入ってきてもらえたらなって。大変なこともいっぱい、本当にみんな毎日泣いて笑って大変なこともいっぱいあるんですけど、やっぱこのショーを作り上げるってすごい、
本当にすごいことなので、もうみんなにぜひやってもらいたい企画が始まったのは4月に作文を書いて提出して発表されて、5月から、シーンを決めるためのプレゼンを始め、6月にシーンが確定し、今まで半年間くらいですねかけて作り上げてきました。なんかもともとリアルクローズっぽく作りたいっていうのはあって、最初は8シーンあたりとかもかなって思ってたんですけど、トップバッターはもう予想もしてなかったので、まさかのみたいな、もう叫んじゃって、この部屋でって叫んじゃってやっぱりプレッシャーもすごいその分あったんですけど、今は1シーンをできて本当に良かったなって思います。本年度文化祭企画長を務めさせていただいております、ファッションコード専門士科3年小畑咲菜です。今回の「着出す」というテーマのキャッチとか、そういうなぜ着出すという言葉になったのか。なんか新たな兆しを、私たちの感性のなんか新たな可能性みたいなものを感じてもらえたらなっていう意味と、あとはすごくたくさんの人が関わってくれてるショーになるので、なんかその関わってくれてる全ての人と新たな可能性の兆しを共有したいっていう意味が込められています。企画長始めてやられて、なんか大変だったこととか思いとか。私、企画長をやってますけど、企画の経験がなくて、企画をやったことがなくて、今年初めての挑戦だったんですけど、いろいろなパートさんが関わってくる中で、それをどうやったらそのいろんなパートさんがお仕事がやりやすいかなとか、安心して仕事ができるかなっていうのを、先の先まで読んで考えていくっていうのが一番難しいっていうことと、その個性があふれる支院長、9人と、あと副支院長で、企画総勢24人いるんですけど、その子たちをまとめてこういう風にショーを作っていこうとか、ショー全体の雰囲気はこうだからこうしようっていうのを、そうだな、私がなんか軸を取って、支院長と企画が自分のシーンに集中できるようにするために、全体のことを見るっていうのがすごく難しいことだなっていう風に感じました。新しいことをしようっていうことで、毎年2シーンあるメンズシーンを最初と最後に持ってきて、強さみたいなので始まって、最後は男の色気みたいな楽しいシーンですごいきらびやかなシーンで終わるっていう、そこも見てほしいところですね。